はい、いつもご視聴どうもありがとうございます。市川の便利屋です。本日は芝刈りをさせていただく予定だったんですけども、実は違う敵がいました。こちらメヒシバです。はい、芝を刈ろうと思ってやってきたところですね、このメヒシバがものすごく茂っておりまして、ちなみにこのメヒシバと似ているのでオヒシバというものがあります。はい、今右左に出てるんですけど、どっちがオヒシバでどっちがメヒシバかわかるでしょうか。向かって左がオヒシバ、そして向かって右側がメヒシバになります。違いとしましては、茎がぶっとくて、たくましいのがオヒシバですね。でちょっと細くて背が高いのがメヒシバです。僕も素人なのでどっちがどっちかっていうのは確実にとは分からないんですけど、よくよく見てみたところ特徴的にはメヒシバじゃないかなと思いました。はい、あと穂の詰まり具合とかもね、もっとたくましく詰まってるのがオヒシバらしいので、似たようなもんなんですけども、はい、新しく勉強させていただきました。これをまず除去しないことには芝が枯れないよということになってしまいました。というのも、この穂を見てもらって分かる通り、種がもうわんさか詰まってるわけですね。この穂をついたまま芝刈り機で切っていくと、この穂が切断されて種が地面に落ちることになりますよね。ということはまた生えてくるということですので、まずこの穂の部分を除去してから芝刈り機で切っていくという作戦でやっていこうと思います。あと今回もともとこの草をね想定してなかったんですね。芝を刈る前にクローバーに似たやつ、カタバミっていうのがいるんですけど、このカタバミがすごく前回茂っていたので、これをこうピンセットとかですね、根っこから取っていく作業をしてから芝を刈っていこうかなとか思ってたんですけども、そんなところではありませんでした。行ってみたらメヒシバがぎっしり詰まっていたんで、この映像からねなかなかちょっと見づらいんですけど、緑と緑でね保護色になって分かりづらいんですけども、実際行ってみたらすごい恐ろしいほどこのなんですか、予備軍っていうか穂がねすごい実っていて、もう恐ろしかったです。これを放置していくと、もうここはもうメヒシバの温床になるなっていう感じだったので、まずはメヒシバを今手で、取っていっております。いつもは4倍速でお届けしているんですけども、今回は20倍速でやっております。20倍速、さすがにいつもの5倍働いているように見えますよね。結構長かったですね。全部で3時間の作業だったんですけどね、だいたいここのお庭お邪魔するときは3時間でやらせていただいております。でも今回3時間で終わるのかな、ちょっと怪しい雰囲気が漂っておりますね。結構茂っておりまして、しかも芝生もねかなり育ってるんですよね。このコンクリートの際のところですね、はい、非常に背が高くなっております。だいたい石を置いてたりとか、その境目がよく育つ傾向にありますね。水が溜まりやすいんでしょうかね。であと、庭に観賞用の花を植えたりしますので、それを避けつつ草だけを今除去している状態ですね。しかも草の上の部分ですね。いつもは釜でほじくり出してやるんですけども、芝生に関して言えば芝生の根も傷めかねないので、なかなかそういった作戦もできないので、まずは葉っぱの部分、地上に出ている部分をこう引きちぎったというところですね。はい、そして今回楽しみだったのが芝刈り機、電動芝刈り機を初めて使わせていただくと。これはこちらのお客さんの家の芝刈り機なんだ。この芝刈り機、イメージトレーニングはしてたんですけどね、右から左に向かってこうね、払うようにこう刈っていくっていうようなねイメージしてたんですけども、実際自分やってみてやりやすかったのは右から左でしたね。左から右ではなくて、どっちでもいいんですけども、自分のやりたい方向が見つかったなっていうか、案の定この境目っていうのはやっぱ難しかったので、ちょっとこの刃の部分を傾けてですね、コンクリート側から芝生側に刈っていくっていうね、方向をちょっと工夫したりして、コンクリートを傷つけないように工夫していましたね。やってるうちに自分なりのやり方が見つかったり、いつもの手作業よりもだいぶ早く作業が進んだので、そのあたり快感でしたね。ただ高さ揃えるのが難しかったですね。なるべく地表を削っていきたいんですけども、やりすぎると芝まで取れちゃうし、であんまり地面に近づいたところをやってしまうと小石がね割とあるので、それが飛んでしまって危ないということで、なかなか短く刈ることは難しいかなといった印象がしましたけども、はい、なかなかね、やっぱり慣れてないもんですから何回も同じとこやってますよね。様子を見ながらやってます。コンクリートを傷つけるよりはマシかなと思ったりしてねやってるんですけども、だんだん慣れてくると面白いですね。でしかも早送りだとこのなんですかね、芝の目っていうかね、流れが見えてきて、ゴルフ場のね芝の目みたいな感じで、刈った方向でこう芝がね流れていくというか、そういったのが見えてきて面白い。であとこれ背が高い芝生を刈った時にですね、根元の部分が枯れてるのが見えてくるんですね。上は青々だったのに根元の方はこんな感じで
枯れてるように見える。僕やっぱこの冷気がけ熊手の作業好きですね。これやるとかなり葉っぱが取れてるように見えますからね。はい、見てても面白いなと思いました。やっぱ早送りってちょっとこういうなんかどうでもいい作業なんですけどね、皆さんからしたらね、なんか見入ってしまうっていうのはちょっとわかる気がしますね。はい、しかも早送りで残像も見えたりしますから見てて面白いですね。すでに1時間半ぐらい経ったわけですけども、草をね引きちぎる作業だけで1時間で、草刈りが2時間ぐらいやってたんですけどもね、はい、今ちょっと雨が降り始めたところですね。結構季節の変わり目で危ういなと思いつつやったんですけども、少々の雨ではね僕へこたれないですね。しかもこの時ゾーンに入ってますから、もうこれだけに集中してやれてますね。今ハサミでもこう気になったのを切ったりとかね、自然と体が動いてる感じが自分でもしてましたから、あまりもうゾーンに入ったら辛さとかないです。ただただゴールに向かって邁進するって感じですかね。ちょっと刈り残したところをハサミで切ってますね。芝専用のハサミがあるんですね。これ今日持ってきてよかったですね。本当に今日ね型紙を抜いて刈るだけで終わると思ってたんですけど、それ以上に予想外のメヒシバたちにやられましたね。はい、でもやっぱり最初に比べるとだんだんちょっとすっきりしてきましたね。まだ虎刈りではありますけども、だいぶ芝生の丈は短くなってきたかなと思います。で刈り込むとやっぱり型紙とかの葉っぱはね上に広がってるんですけど、茎自体は細いですからあまり目立たなくなりましたね。でもこのご依頼主さんは型紙をどうにかしたいらしいですね。切ってもすぐ生えてくるからやっぱ鬱陶しいらしいので、はい、やっぱり根から除去してほしいってことなんですけど、でもいろいろ調べた結果型紙っていうのはなかなかなくならないみたいですね。根っこがちょっと残ってるとまた生えてくるし、である程度成長するともうすぐにね結実種ができまして、その種をですね自分で破裂させて周りに種を飛ばすらしいんですよね。はい、もうそこまで行ってしまってたかなと思います今回。すでにもう種が飛んだ後なのでだいぶ綺麗になったように見えたこの芝生に落ちてるんじゃないかなっていうね、ちょっと恐ろしさがありますけども、なるべくこまめにお邪魔して今後もお手入れさせていただきたいなと思います。はい、ということで今回の作業終了です。はい、じゃあ一応ビフォーアフター比べてみましょう。はい、これがこうなりました。はい、では恒例の作業量の発表です。本日3時間作業させていただいた作業量が1万円でした。プラス勝浦のカツオをいただきました。ありがとうございます。もともと友達のご紹介でさせていただいたということで、お友達価格、そして芝刈り機をお借りできたということで、この低予算で低作業量で作業させていただいたということです。結構ね僕の動画をアップしてると安すぎるとかね、これもっと撮った方がいいよとかねアドバイスくださる方いるんですけども、なんていうかそれなりの理由があってその値段で設定させていただいているので、決して僕は必要以上に値下げしてるっていう感覚ではないんですけども、はい、皆さんご心配なくっていうことですね。はい、ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。またアップしますので、動画良ければチャンネル登録なり動画アップロードの通知がいくように通知をオンにね、ベルマークをオンにしといていただけるとありがたいなと思います。おかげさまで登録者500名を超えましたので、メンバーシップ登録の募集をすることができるようになりました。いろんな特典をご用意しておりますので、ご興味ある方はこの動画のタイトル付近にあるメンバーになるボタンからこの説明のページに飛んでいただければと思います。ボタンを押しただけでいきなりメンバーになってしまうことはありませんので、ご安心いただければと思います。またお仕事のお問い合わせにつきましては E メールか LINE でご連絡いただければと思います。 LINE の方が早く返事ができるかと思いますので、よろしければ QR コードから KM73 という LINE アカウントに直接メッセージをいただければと思います。